私みんなに謝んなきゃいけないことがあって。こんにちは、さきです。今日は大好きな辛いラーメンを食べます。今は深夜です。お腹ペコペコです。美味しそう。豆乳を入れたのでマイルドな味です。うまい。そして視聴者さんのお悩み相談をします。インスタで募集しました。今日はいつもより少しカジュアルな話し方をするので、字幕は絶対つけてください。今日は私がみんなの日本語勉強のお悩みを解決します。一つ目、リーディングが難しいです。わかる？めっちゃわかる。私は英語を勉強してた経験があるから、その立場から話すね。リーディングってだいたいテストの最後にあるじゃん。私すごい嫌いでした。一旦諦めるっていうのはどうでしょうか。私リスニングがめっちゃ得意で、そこで点数をたくさん取ってました。なんでそんなに難しい文章を私に読ませるのってテスト中思ってました。見て、卵めっちゃ美味しそう。もしテスト以外だったら難しい本を最初に読まないのがいいと思う。モチベが低くなるから。簡単なものから始めましょう。おすすめの日本のドラマありますか？あります。最近は東京 MER がおすすめです。知ってますか？めっちゃ面白いよね。医療ドラマなんだけど感動します。この俳優さんがかっこいいです。テンポもいいしめっちゃ好きです。多分ネトフリで見れます。めっちゃ美味しい。深夜ラーメン最高です。具材は卵とウインナーです。みんなが好きなラーメンの商品をコメントで教えてください。次、新しい単語を覚えたり会話で使うのが難しい。あ、待って、今飲んでるこれめっちゃ美味しいから日本に住んでる人は飲んでみてください。ミルクコーヒーです。で、質問なんだけど、めっちゃ気持ちわかります。なんかスピーキングを練習してもほとんど全部が同じ単語になったり、練習を頑張っても新しい単語を頭の中で思い浮かべて話すことって難しいよね。めっちゃわかる。あとお腹がちょっと空いたからココアとトーストも食べます。私も英語のスピーキング練習しても、昔は私の名前はとか今日はとか超初心者のフレーズしか話せなかったです。
だからめっちゃつまんなかった。私の練習方法は独り言を続けることです。間違ってもいいから。そしたらだんだん増えていきます。本当に少しずつです。あとリスニングもたくさんします。ネイティブの話を聞くと自分もネイティブに近づいた気がしない？わかる？なんか話し方が移っちゃったりします。だからリスニングも大事です。で、私日本語レッスンしてる時に生徒さんに YouTube チャンネルをおすすめすることがあるんだけど、結構生徒さんにちょっと自分には難しすぎましたって言われることが多いのね。でもそれでもリスニングするのが大事だと思う。うまっ。甘っ。耳を鍛えるためです。私は英語を勉強してた時にネイティブの英語を YouTube でいっぱい聞いてました。意味が分かんなくても。メリットはネイティブの話し方のリズムとか音の工程が分かるようになります。だからめっちゃおすすめです。おすすめチャンネルはエミリンチャンネルです。スピーキングが難しい。私の日本語レッスンを受けましょう。今日特別に5人だけオープンしてます。Zoom で顔を出さずにできるので、興味がある人は詳細欄をチェックしてみてください。パンもだんだん少なくなってきました。私感謝したいことがあって、視聴者さんからチップをもらうことが多いんです。めっちゃ感謝してます。日本に住んでてチップをあげたりもらったりする経験がないから本当に嬉しいです。あとこの前1万5000円以上とか5万円以上とか一気にもらったことがあって本当にびっくりしました。コーヒー買ったよってメッセージもらうことも多くて本当に感謝してます。このシールも買うことができました。美味しいご飯食べたり編集アプリに課金したいと思います。漢字を見た時に意味もわかるし読めるのに書けません。すごすぎない？多分その時点でめっちゃすごいです。自分のことを褒めた方がいいです。これってテストで漢字が書けないとかなのかな？画面の向こうのあなたどうですか？これは何回も書く必要があると思う。あと部首を覚えると一気に書きやすくなります。漢字はパズルみたいだから一つの部首を覚えたらそれがまた違う漢字に使われてることに気づくと思います。彼氏との会話をもっとうまくするためにはなんだろう。褒めることが大事だと思います。褒める時の日本語のフレーズはすごい、天才、最高、かっこいい。かっこいいっていっ
ぱい褒めるといいと思います。そうなんだとか会話の中で返すときに便利なフレーズは確かにとかわかるもめっちゃ便利です。あとあまりスラングを使わないことです。私みんなに謝んなきゃいけないことがあって、実はうまいはあまり言わない方がいいです。私いつもご飯食べた時にうまいって言ってるけど、私は好きな人の前では絶対に言いません。ニュアンスが難しい。マジでその通りだよね。有名なスラングなんだけど、でもそれ使っちゃいけない理由は